んばんは、まりてんです。はい、今日は昼に撮影をしてきまして、もう深夜なんですけど、お酒を飲みたい気分でコンビニで買ってきました。もうね、今息が白いんですよ。夜になるとコンビニ行くぐらいならって薄着で出てきて後悔してるパターンですね。今夜皆さんお付き合いください。ただいまめっちゃ寒い。もうね、気づけば12月なんですけど、つら寒いよね。買ってきました。今日は一緒に飲みましょう。はい、お決まりの階段です。よし、落ち着きますよね、階段。はい、で今日も、買ってきたんですが、お酒今日はオリオンビールを買いました。私ビールも好きなんですよ。ハイボールのイメージ結構強いと思うんですけど、ビールも好きで、特に結構家で飲む時はオリオンビールが好きだったりとかして買っております。開けますよ。おお、あれだな、振り回してきたからよいしょ、泡が立ってますが、はい、今日も一日お疲れ様です。乾杯。聞こえるかな、この喉の音美味しそうじゃない？はい、ということで、ここにいるってことは今回語りのね動画にはなるんですけど、話したいことありまして、友情についてでかく出ましたね。お友達、について話したいと思っております。でこれなんでかっていうと、もう本クレ、私がメインで出演運営をしている本クレチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、そこを見てる方はもう分かってるとは思うんですが、数日前に本クレチャンネルで1年半疎遠だったメンバーと、再会をしたという、動画が流れていると思うんです。その動画についてお話をしていきたいと思います。はい、この話をするにあたってちょっと聞きたいのが、皆さんって一度離れてしまった友達とか、お世話になった人とかってやっぱいませんか？私の中で、すごい仲良くしてたりとか、すごくお世話になったりだとか、した人の中で、どこかでまた会いたいなって思っていた人の一人が、その数日前に動画が公開されたメンバーの女の子、スーちゃんっていうね名前を言っちゃいけないわけじゃないから言っちゃうけど、スーちゃんっていう女の子だったんですけど、その子と、久々に再会をするということがありましてこれをなんで、こっちの脱がないまりてんチャンネルの方でも出そうかなって、思ったのかっていう理由なんですけど、このチャンネル見てくださってる方って、もともと私のことを知ってくださっている方も半分ぐらいいる中で、多分スーちゃんが脱退をした時期って結構私周りにすごい心配をかけていてこれはスーちゃんがどうのこうのっていうよりも、私がだいぶ落ち込んでいたんですよ、あの時期本当にずっとそれこそ1年半一緒に頑張っていた、仲間が、いきなりいなくなってしまったということで、かなりねへこんでいた時期でして、でそれを多分皆さんも気づいていたと思うんですよ。だからちゃんと説明をした方がいいなというか、その時はごめんなさいっていうのが一つと、あとは脱退の仕方っていうのが、結構急だったので、私もどう表現をしたらいいのかとか、その後のあんま名前を出せなかったとか、そういう事情によって触れちゃいけないのかなと
気をね使ってもらってたと思うんです。だから今回はもう気使わなくていいよみたいなところを、伝えたくてこの動画を撮っております。はい、そんな感じなんだけど、なんか経緯をね知らない人もいると思うから説明をしちゃうと、私その本クレっていう YouTube メインの方の YouTube を3年前ぐらいに立ち上げて、今までやってきているんですけど、その3年前に立ち上げた時に、一緒にやろうと声をかけたメンバー、オリメンっていうんですかねオリジナルメンバーが1人おりまして、それがスーちゃんだったんですね。で、ゼロからのスタートでとりあえず2人で10万人の景色を見たい、10万人目指してやっていこうということで、頑張ってやっていたんですね。なんですけど、1年半経って、ちょうど6万人の時ぐらいかなに、スーちゃんの方が脱退となりまして、でなんかその理由としては、その時結構スーちゃん自身環境がすごい変わった時期だったりとかもして、ご結婚されたりだとか、あとはその新メンバーが結構入ってきたりだとか、大きくいろいろ変わった時期に、スーちゃん自身プライベートで結構ね落ち込んでしまうような出来事があって、割とちょっとこうへこんでしまって、続けられなくなってしまったっていうことがありまして、脱退ってことになったんですけど、本人的にはそれはこの間聞いたんですけど、ちょっとした挫折だったっていうこともあって、なかなかその後本クレを見たりだとか、私とか他のメンバーの活動をちゃんとこうチェックをするというか、関わりを持つっていうことが結構厳しい時期がありまして、それで一旦疎遠になっちゃうっていうことがあったんですよ。で、私はこちらの本クレに残った側として、どう接していいのかその時は分からなかったし、何が彼女にとって辛いのかとか、何だったら嬉しいことなのかっていうことすらもあんまり分からない時期があって、そこから本当に1年半連絡を取っていなかったんですねで、なんとなく周りもね気使うじゃんだから触れちゃいけないのかもみたいな感じで、周りも多分思っていて、そのまま、ずるずると時が過ぎてきてしまったんですね。で、そんな1年半会えていなかったスーちゃんと、この間再会をしたわけなんですけども、急に再会をしたきっかけっていうのはマジで些細なことで、共通の知り合いがいて、その人がスーちゃんマリテンに会いたがってるよってことを教えてくれて、でなんならでも私はその時初めてスーちゃんに嫌われてないんだ私とか、スーちゃんは私に今会いたいと思ってくれているんだってことをその時初めて知って、そしたらそれだったら私も会いたいってなって、まずね電話をしたんですよ。しかもその日に電話したの。スーちゃんっつって電話して、いやーみたいな、もうでもいつも通りだったな、いやー久しぶりみたいな感じで始まって、でごめんねみたいなところだとか、こっちもさ悪いんよ。だって様子を見てさ会いに行けばよかったんよ普通に私変にさ変にね絡むと迷惑かなとか思ったりしてこっちこそごめんだしっていうか、そもそも多分離れる時も、スーちゃん自身タイミング的に落ち込んだっていうこともあるだろうけど、普通に一緒に仕事をもうすごい量してたから嫌なところもあったと思うよぶっちゃけね。マリテンのここ嫌だなみたいなところも多分あったんよだからそれも含めてちゃんと
そういうのってねお互い様だから、なんかちゃんと私は謝んなきゃいけなかったんよ。途中で1年半のうちにねどっか機会はあったんよ絶対。だけどそんな日になってしまいまして、ついこの間になってしまいまして、で電話して、で一回会おうかというふうになって、で会う日当日ですよね。めっちゃ大雨の日だった再会当日はめっちゃ大雨で、我々ねロケに行ってもなんか大事なイベントの日もなんかもう全部雨なのだからなんか雨降るかなって思ってたけど、なんか思いのほか豪雨でびちょびちょになりながらすーちゃんが、ここのお家にやってきてくれまして、再会を果たしたわけなんですが、なんかさ実はね私その日ちょっと怖かったの。なんか何が怖かったかっていうと、こう会った瞬間自分の気持ちがなんかどう動くのかが結構怖くて、でっていうのもやっぱりなんかそのすーちゃん脱退の時が辛かったっていうのはマジで事実で、これも全然本人にも言ってんだけど、本当に寂しかったし、なんならなんか一緒に10万人目指してたのに、なんか一緒にその瞬間を迎えられなかったのがめちゃくちゃ辛くてこの動画後ですーちゃんに送りますけどめちゃくちゃ辛かったというか、辛かったって自分勝手なんだけど、寂しかったんですよ。だからなんかその寂しいみたいな方が出会った瞬間出てきちゃう、なんか寂しいこの野郎みたいな感情が先に出てきちゃうのか、それともいい方の思い出というか、一緒に頑張ってきたこととか感謝していることとか、お世話になったこと、助けられたこと、なんかそういうことが出てくるのか、なんかどっちが自分の気持ちとしてこう上がってくるんだろうっていうのが会うまでやっぱ分かんなくて、でもなんかドア開けて会った瞬間なんか「いやー」みたいな感じでいい思い出ばっか出てきてなんかあの時楽しかったなとか、あの時めっちゃ2人して大変だったなとか、なんかあれ苦しかった、あれ楽しかった、一緒に努力したとか、なんかいい思い出ばっかり出てきて、なんかだからなんか本当自分がなんかいろいろ大丈夫かななんて心配してたのが結構恥ずかしいぐらいにすんなりとなんかこう普通になんか戻ったって感じですね。なんか結局さ、気にしてることなんてちっぽけなんだよねってなんか改めて思ったわそうね。だからなんかみんなさ、なんか会えなくなっちゃった人とかいるでしょ。会えなくなっちゃった人、なんとなく会わなくなっちゃった人でもいいんだけど、なんか気まずいじゃん。気まずいしさ、なんかちょっと保留みたいな感じにしちゃうけど、でも保留も保留でいいのかもしんない。もしかしたらなんかそんと些細なきっかけがなかったら私も保留にしちゃってたかもしれないし、だけどなんかぶっちゃけほんと些細でさ、なんかね、ちょっとしたことでなんかって思った。でよかったなと思って、なんか2022年終わろうとしているこの時に久々にスーさんに会えてちゃんとなんか話せてよかったなって思うし、なんかそう本クレとかマヨタイとかでもちょっと関われることもありそうだから、また新しくいろいろ進んでいくんだろうなと思うとワクワクするし、すごい良かったなと思っております。だから今日祝杯ですよ自分へのおめでとうとすーちゃんありがとうのお酒ですということで、皆さん会えなくなっちゃった友達とか、恩師とか、家族でもいらっしゃいますか私はね、あともう一人ぐらいいるんですよね。実はもともと自分が経営者時代の時の社員の子なんですけど、これは本当に私が 100% 悪くて会えなくなっちゃった子で、
自分がすごいこうメンタルがやられてる時にめちゃくちゃお世話になったんだけど、多分めちゃくちゃこう裏切ってめちゃくちゃ傷つけて会えなくなっちゃった子がいて、自分自身その時は必死なんだけど、でもなんか結局なんだろう、急にいなくなるってことはさ、相手を傷つけるってことにもなるから、なんかそういう意味ですごく裏切ってしまった子がいて、まあその子はな会えないかなってもう思ってるけど、いつか会いたいよね。でもそれもね、なんだろう、自分勝手よねとも思うんよ。なんか謝りたいってのも自分勝手だよね。謝ってだって自分が気持ちよくなりたいだけだからさ、なんか相手にとっては私の存在がなんだろう、トラウマかもしれないし、なんかこういろいろ辛い時を思い出しちゃう存在かもしれないから、なんか私その子に会えないんだけど、会いたい子がまあもう5年かな、5年会ってない子で会いたい子が1人います、難しいよね。なんかさ、こういうさ人間関係ってやっぱ大人になってからの方が難しくない？なんかやっぱ大人になってからの方がさ、立場も違うじゃない？その家族がいるのかいないのか、結婚してるのかとかね、子供がいるのかとか、そういうのとか、守るべき、ね、ものがどれほど多いのかとか、組織をね守る立場なのかそうじゃないのかとかさ、いろんな要素がある中で、なんか誰かと再会して復縁するみたいなのってめちゃくちゃ難しいなって今回すごい思いましただって別にさ、復縁しなくたってさみんな生きていけるじゃんね。友達なんて特にそうだよ、でもそれでもさ、なんか自分のさ自分の人生の一時代を築いた人とさ、なんかちゃんとまたこうあの時さつって話せるっていうのはさ、めちゃくちゃいいことだよねって思いました、私の中ではそれがね2人いて、1人はすーちゃんで、もう1人はまだ会えなくてっていう状況なんだけど、それでもなんか難しいけどよかったです。2022年中になんかすーちゃんに会えてよかったなって思いますはい、ということでこの動画つらつら酔いどれ語り動画だったんですけど、面白いと思った方、高評価、チャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。